ビッグモーターの話題で持ちきりの車業界ですが、車に乗るということにはかなりの費用が必要で、ユーザーとしてはどれくらいの費用を払っているのが妥当なのかの金銭感覚がつかみにくいということが、ああいう会社が繁盛してしまった原因にもなっている気がします。車が趣味だという人はいくらでも自由にお金をかけてもらえれば良いのですが、そうではなく生活に必要な道具としてできるだけ経済的に所有したいと思っている人や、車は好きだけれどそんなにお金はかけられないという人もたくさんいると思います。この動画では私がしているできるだけ節約して車に乗る方法を紹介したいと思います。すべてを実行する必要はなく、いくつかを選択することでもお金の節約になると思います。お金を節約することよりも安心や保証が最優先というユーザーにはあまり参考にならないと思いますので、ビッグモーターやディーラーみたいな保証が手厚いお店に行くと良いと思います。お金をかけずに車に乗る方法の一番は、車は買うなということです。これは語弊のある表現ではありますが、実は深い意味があります。今日本ではまだまだ使える自動車がゴミのように扱われています。ユーザーが自分の車を乗り換えるときに、買い取りや下取りに出しますよね。しかし、査定額が1万円とか3万円とか、ほとんど値段がつかない車もたくさんあります。普通に乗れていて、車検も取れた車でも、そのような査定しか出ない場合がたくさんあります。所有者が自分の車の査定額があまりに実感と乖離している場合に、知り合いにあげたり、個人売買に出すことがあります。昔は買わない場合には、知り合いや友人のお下がりを譲ってもらうことが一般的でしたが、今はインターネットでの個人売買が普及しているので、選択肢には恵まれている時代です。個人売買では、車を買うという意識ではなく、譲ってもらうお礼を払うという感覚で取引すると良いと思います。個人売買では保証はありませんし、出品者が嘘をついている場合もあるでしょう。車に詳しい人に一緒に立ち会ってもらって見極める必要があります。それでも見誤るリスクはありますから、高額な車は避けて、ダメ元でも納得できる車にしておいた方がいいでしょう。個人売買は日本人には一般的ではありませんが、欧米では庶民が安い車を入手する最も多い選択肢です。まだまだ使える車でも古かったり走行距離が多いと安くでしか売れなくなるので、中古車屋さんは手間がかかるのは同じにもかかわらず儲けが少ないのであまり扱いません。もし個人売買は生理的に無理というユーザーは中古車屋さんを選ぶことになります。いくら良い中古車屋さんでも安く中古車を買う場合には保証を過剰に期待しない方が良いと思います。中古車屋さんも生活がありますから完全な保証を求められても対応できないと思っておいた方が良いでしょう。ディーラーの中古車を買う場合にはアウトレットカーや現状販売車という保証期間が短かったり、全くない車が私は狙い目だと思っています。保証の長さにばかりとらわれてしまうと、かえって過大な保証費用を支払った挙句に満足できない対応を受けることがあることを、ビッグモーターの事例からもユーザーは念頭に置いた方がいいと思います。お金をかけずに、車に乗る方法にあまり外装にこだわるな。車の外装のちょっとした傷やへこみを新車同然に修理しようと思うと、かなりの工程を必要とするために、プロに頼むと費用が高額になります。経済的に所有するためには、クリアが多少剥げたり、すったりといった美観的な問題には目をつぶれたら、お金を大幅に節約することができます。そして、それは同時に、中古車を個人売買で買うときにも重要なことになります。外装の修理には多額の費用がかかるために、外装以外には問題がない車でも、外装がボロボロの車は値段がつきません。そういう車は安く買えるチャンスなのです。お金をかけずに、車に乗る方法。3、安全運転。交通事故は多額のお金を失う原因になります。日頃から事故を起こさないように安全運転をすることで、ほとんどの事故は防げます。自分が法律上は正しくても、相手が誤れば事故は起きるので、自分が法律を守る以上に、相手が法律を守らなくても、事故にならないように考えて運転しましょう。事故を起こしてしまうと、たとえ保険に入っていて、修理代はかからなかったとしても、保険料は上がってお金を余計に払うことになります。10万円の車に乗っていても、2000万円の車に乗ってるつもりで、慎重に運転しています。お金をかけずに、車に乗る方法。4、任意保険は JA 共済。18歳が自分名義で任意保険に入る場合には、
保険料がとても高いです。私が調べた範囲では、ビッグモーターが取り扱っているような有名な保険会社等は、車両保険なしの見積もりは年間20万円ほどにもなりました。JA 共済は突出して安くて年間5万円ほどで入ることができました。保険はどの保険会社が良いとか悪いとかあるみたいですが、事故を起こさない運転を心がけたら、めったに保険を使うことはありませんし、対人対物無制限であれば、必要十分だと思います。お金をかけずに、車に乗る方法。5、修理はしっかりやる。安い中古車を買ったから、そんな車に修理にお金をかけたくない。車検切れたら乗り換える。という人がいます。私はそれはかえってお金を捨ててしまっているように思います。逆にせっかく安く車を買えたのだから、浮いたお金で機能的な不具合は、きちんと修理して長く乗るのが、最も経済的だと思います。修理が自分でできれば非常に経済的です。自分でできない場合でも、家族が昔から利用しているような、町の整備工場に依頼するのが良いと思います。見ず知らずの全国チェーンの工場よりも、家族や知人が長く利用している町の整備工場の方が、無駄な広告費や、無駄に高いスーツを着ている営業マンの給料を無理して稼ぐ必要がないので、ぼったくられる心配もありません。以上、私が実践している、経済的に車に乗る方法でした。最後に、やはり安ければ、何でもいいというわけではありません。デザインや性能など、長く付き合えると直感する愛車と巡り合うことも大切だと思います。私たち兄弟は、エッセという素晴らしい車に出会うことができました。経済的なだけでなく、運転も楽しく、便利で、素晴らしいカーライフをスタートすることができました。私たちのチャンネルには、エッセとの出会いや、修理に関する動画がたくさんアップされています。よろしければご覧になってください。